ハテナの茶碗。京都の清水寺にとても小さい3つの滝があります。その滝の前に茶屋がありました。50歳くらいの男の人が店の前のベンチに座ってお茶を飲んでいました。いい着物を着ているとても品がいい男の人です。お茶を飲んだ後、その人はしばらく茶碗をひっくり返したり火にすかしたりしていました。やがて、面白い、と言うと代金を置いて帰りました。その隣で大阪から来た油の行商人がお茶を飲んでいました。お茶屋さん、ごちそうさまでした。すみませんが、茶碗を一つ売ってくれませんか？私は手に油がつくから、お茶を飲むとき、いつも茶碗を汚してしまいます。自分の茶碗があったら、次からお茶屋さんの茶碗を汚さなくてもいいでしょ？じゃあ、油屋さん、どれでも一つ持って行ってください。お金は結構ですよ。安い茶碗ですから。お茶屋さんが言うと、油屋さんはさっきの男の人が面白いと言った茶碗を取りました。じゃあ、これをもらいます。待ってください。それはダメです。どうして？あなたは大阪の人ですから知らないでしょうが、さっきの人は目利きで有名な茶道具屋の金兵衛さんです。みんな茶金さんと呼んでいます。京都で一番の目利きですよ。京都で一番ですから、つまり日本で一番です。その人が面白いと言った茶碗ですから、もしかしたら1000両くらい値打ちがあるかもしれません。だからそれはダメです。気がついていましたか。私も茶金さんが面白いと言ったから、もしかしたら高く売れるかもしれないと思ったんですよ。油屋さん、あなたは悪い人ですね。じゃあ、私が気がつかなかったら、ただで持って行ったんですか？ただでくださいとは言いません。2両でどうですか？もっとあったらもっと払いますが、あいにくこれが私の全財産だ。油屋さんは小判を2枚出しました。お茶屋さんは呆れました。1000両かもしれない茶碗を2両で？バカを言わないで諦めてください。じゃあ、今すぐこの茶碗を割る。私は油屋だ。手が滑って割ってしまったと言ったらみんな信じる。もう、わかりましたよ。じゃあ、持って行ってください。でも、もし本当に1000両になったら、私に知らせてくださいよ。もちろんですよ。ありがとうございます。油屋さんは茶碗をもらうと、急いで家へ帰りました。茶碗を立派な布で包んで、立派な木の箱に入れて、自分も立派な着物を着ました。そして、茶金さんの道具屋へ行きました。ちょっとすみません。これを茶金さんに見てもらいたいんですが。店には番頭さんがいました。そうですか。では、まず私が拝見します。失礼ですが、番頭さん、これは普通の人が見たら、ただの安い茶碗かもしれません。でも、茶金さんが見たら1000両になります。心配しないでください。私は普通の人じゃありません。京都で一番の茶道具屋の番頭ですよ。それにこれは、この店の決まりです。どんなものでも
まず番頭の私が拝見しなければなりません。そうですか。じゃあ仕方がない。笑わないでくださいよ。笑ったら殴りますからね。油屋さんは木の箱を番頭さんの前に置きました。では、拝見します。立派な箱ですね。箱を褒めなくてもいいです。茶碗を褒めてください。番頭さんは箱を開けて布を取りました。本当に、これですか？ええ、そうですよ。失礼ですが、これは、この店で取り扱う品物ではありません。どうか、他の店でお願いします。どうして？これは、京都の茶碗の中で一番安い茶碗です。100個買っても1両にもなりません。これを1000両とは面白い人ですね。痛い。笑ったら殴ると言ったでしょ。茶金さんを呼んでください。茶金さん。主人に見せても同じですよ。帰ってください。痛い。殴らないで。高級店で客が店員を殴りましたから大変な騒ぎになりました。すると店の奥から茶金さんが出てきました。どうしましたか？騒がしいですね。あ、茶金さん。番頭さんが私が持ってきた茶碗を見て笑ったんですよ。油屋さんが言うと、茶金さんは番頭さんを叱りました。お客様のものを笑ってはいけません。失礼です。しかし、あなたも悪いですよ。殴らなくてもいいでしょう。さあ、見せてください。私が拝見します。殴られた頭を撫でていた番頭さんは、茶碗を茶金さんに渡しました。なるほど。これは、番頭が笑うのも仕方がない。京都で一番安い茶碗です。これが1000両だと言ったら、みんな冗談だと思うでしょう。茶金さんの言葉を聞いて、油屋さんはびっくりしました。本当に？でも、茶金さん、清水の滝の前の茶屋で、あなたはこの茶碗を見て、面白いと言ったでしょ？それで、これは価値がある茶碗だと私は信じて、2両で買って持ってきたんです。ああ、あの茶屋にいた方ですか。実はあの時、茶碗を持っている手が濡れたんです。茶碗の下からお茶が漏れていました。でも、どこも割れていない。傷も穴もない。不思議だなぁと思って、面白いと言ったんですよ。へえ、これ、ただの傷物ですか？そうです。油屋さんは力がなくなって座り込みました。どうしよう。私は全財産を払ってこの茶碗を買いました。もう明日売る油を買うことも大阪へ帰ることもできない。はあ、番頭さん、本当にすみませんでした。私が悪かった。
許してください。じゃあ、すいません。さよなら。ああ、待ってください。茶金さんは油屋さんがちょっとかわいそうになりました。大阪の方ですか。そうでしょうね。京都の人にはそんな大博打を打つ人はいません。あなたは私を見て全財産をかけた。つまり私の信用を買ってくれました。名誉なことです。お礼にこの茶碗、私が買いましょう。え、千両で？いえいえ、千両は無理です。あなたが払った二両と箱と布の代金で三両。これで大阪へ帰ることができますよ。茶金さんは油屋さんの前に小判を3枚置きました。油屋さんはびっくりしました。いや、それはダメです。全部私の誤解だったんですから、お金をもらうことはでき、そうですか？本当に？じゃあ、もらいます。すいません。ありがとうございました。油屋さんは小判をもらって逃げるように家へ帰りました。茶金さんは京都で一番の茶道具屋ですから、時々貴族の屋敷に呼ばれます。関白の屋敷へ行ったとき、関白が聞きました。茶金、最近何か面白い話はないか？それで茶金さんは油屋さんと茶碗の話をしました。それは面白い。私も一度その茶碗が見たい。茶金さんは油屋さんから買った茶碗を関白に見せました。関白が見ても確かに傷も穴もありません。しかし水を入れるとポタリポタリと水が漏れます。面白い。それから貴族の間でその茶碗の噂が広まりました。それでとうとう天皇がその茶碗を見たいと言いました。茶金さんは精進決済して御所へ茶碗を持って行きました。天皇が見ても茶碗には傷も穴もありません。しかし水を入れるとポタリポタリと漏れます。面白い。天皇は茶碗の箱の裏にはてなと書きました。関白と天皇が褒めて箱の裏に天皇のご神筆がついた茶碗です。すごい値打ち物になりました。それである大阪の金持ちが茶金さんに言いました。茶金さん、その茶碗を千両で売ってください。まさか、直々に天皇陛下にご神筆をいただいたものを売ることはできません。じゃあ、私に貸してください。千両で、ずっと。こうして、油屋さんから買った茶碗は千両になりました。茶金さんは油屋さんに知らせたいと思いました。それで店員が油屋さんを探して店に呼びました。呼ばれた油屋さんはわけがわかりませんでした。何ですか、茶金さん。あの3両はもう使ってしまって。いえ、あの3両は返さなくてもいいです。油屋さん、あの茶碗ね、
千両になりました。はあ？だから京都の人は信じることができない。あの茶碗、やっぱり千両の価値があったんですね。3両で買って1000両で売る。ひどい商売だ、茶金さん。違います、違います。あれは本当に安い茶碗だったんです。あの後で関白さんに話したら、貴族の間で噂になってね。とうとう箱の裏に天皇陛下のご神筆をもらいました。それで急に価値が上がったんです。関白さん？天皇陛下？はあ。茶金さん、あなたはすごい。あなたが日本一信用がある茶道具屋だから、あの傷物の茶碗に天皇陛下のご神筆をもらうことができたんだ。人徳ですよ、茶金さん。はあ、いい話を聞いた。ありがとうございました。いいえ、もともとはあなたが持ってきた茶碗ですからね。油屋さん。半分、500両、もらってください。いや、それはダメです。もらうことはでき、そうですか？本当に？じゃあ、もらいます。すいません。ありがとうございました。そのお金で、ちゃんと大阪に帰ってくださいね。それから数日後、また油屋さんが茶金さんの茶道具屋へ来ました。どうしましたか、油屋さん。茶金さん、今度はこれを2000両にしてください。漏れる水亀を見つけました。